こんにちは、MD ジャックです。レビュー予定のモデルがちょっと溜まってしまっているので、頑張って制作しています。こんにちは、あいです。毎日寒い日が続いているので、ちょっと風邪気味です。早く暖かくならないかな。さて今回は久々のフル BA ニューモデル、片側 5BA の CCA-CA10 です。全体的に綺麗な外観に愛は一目惚れです。価格も手頃なので音質が気に入ったら買っちゃおうっと。CCA のフル BA モデルは CA24 がフラッグシップになっているようだけど、なんかちょっと手を出す気になれなかったのね。フル BA で音質が気に入ったモデルは C オーディオブレイバリーぐらいしか記憶にないからかも。でも CA24 をベースにブラッシュアップされた CA10 は5000円台で買えるし、今回は KZ さんから送ってもらったってこともあって興味津々で聞いたわけ。CA10 だけ聞いても傾向がつかみにくかったので、同じ片側 5BA の KZASF、CCA-A10 と比較しながら聞いてみたら色々分かったよ。音質については後でですか？あはは、まあそうだね。だけど、忘れないうちに一つだけ言うと、サウンドステージは CA10 より ASF の方が広かったね。ASF はちょっとダイナミックというか暴れ気味な感じだけど、その分、空間自体は広く感じたね。CA10 も綺麗に出てたけど制御されて、少し抑え込まれた感じというか、優等生になってた。BA の内容が A10、ASF、CA10 では少しずつ違いますね。そうだね。A10 は発売時期が結構前だから BA のモデル名に S がついていない改良版の前のタイプだね。ただ、どのモデルも基本的には低域用が22955、中域用が29689で、後発の ASF、CA10 は S 付き改良版ね。中高域から高域にかけては搭載 BA に結構違いがあるけど、表で比較する程度で、モデル名で音の違いが推測できるかというと、私には無理ね。だから、細かい説明はできないけど、同じモデル名の BA でも質感が全然違うことはよくあるので、結局チューニング次第なんじゃないかな。あんまりたくさん BA が搭載されているモデルはちょっと苦手なので、片側 5BA ぐらいが個人的にはちょうどいい気がするよ。愛はフル BA ってあんまり意識したことないから、今回は3モデルを聞き込んでみますね。いいんじゃない？比べるといいところ、微妙なところがよくわかるし、自分の好みも分かってくるからね。さて、装着感はミミィ先生にお願いしようかね。はいはい。ヒューマンモードミミィにお任せね。亜鉛合金と樹脂から構成される外観は今までのモデルの傾向を踏襲しつつ、背面プレートがちょっと膨らんだ新たなデザインで新鮮ね。クリアな部分が多いから内部の BA がよく見えるわ。形状の傾向は KZASX、ASF、ZAS、CCA-CA16 Pro などと同じ系統ね。厚みが結構あってイヤーフィンの突起も目立つのでミミィは大丈夫だけど、一部これが苦手な人がいるのも事実。TWS 用の軸の短いイヤピを使って調整したら、ジャックさんに提案したらいい感じになったよって言ってくれたから、それも一つの方法ね。そうね、愛は厚みがちょっと気になるかな。でも確かに軸の短いイヤピの方が印象は良くなるわね。音質への影響も多少はあるんでしょうけど。そうね、耳の形はそれぞれだから最終的には使う方の調整次第ね。じゃあ音質比較動画に行きましょうか。今回は単ジム TAPP トレブルのイヤピを使用して音収録したの。理由は後半でね。ではどうぞ。いつもの通り、波形についていろいろ見ていきましょう。ミミィちゃんにも手伝ってもらいます。では、最初に CA10 の単体波形です。
まず基準としてファイナル E タイプを装着した波形ですが、見ての通りこれだと広域が足りないです。なのでダンジジム TAPB トレブルを装着した波形に切り替えます。主に 2kHz 以上の中広域から広域に変化があり、特に 6kHz 付近にしっかりピークが出ていて、こちらの方が高低のバランスが良くなります。ファイナル E タイプのブルーの波形を重ねるとこんな感じです。違いがはっきりしますね。音質比較動画のイヤピもダンジジム TAPB トレブルを装着して収録しました。低域は実機を一聴した段階ではこんなに出ているとは思わなかったんですが、波形では 50Hz 付近がピークになっていますね。このカーブを見て思い出した波形があるので重ねてみました。グリーンの波形は 7BA+1DT ハイブリッドモデルの CCA-CA16 Pro です。CA16 Pro は低域が重く存在感がある印象で CA10 も同じような出方をしています。ですが CA16 Pro の低域はダイナミックドライバーで CA10 は BA ドライバーですから質感の違いがあり CA10 の方が少しタイトに聞こえました。実機を一聴した時に低域の出方が波形ほどだと思わなかったのは BA ドライバーだったからかもしれません。広域のピークの位置は CA10 の方が手前なので似ているのは低域から 2kHz 手前までですね。次は CA10、A10、ASF の比較波形ね。まずはっきりしているのは A10 がこの比較の中では広域重視型ということね。ピンクの波形の A10 は低域がかなり控えめなのと、他にモデルと比べて 8kHz 付近にも1ピークあるので広域が綺麗に抜けてくるの。CA10 と ASF は割と似たカーブを描いているけど、中広域と広域で出方が逆転するので好みで使い分けたいところね。ちょっとわかりにくいのでこの表示の方がいいかな。 1.5kHz 以下では CA10 と ASF のキャラクターはかなり似てるけど、 1.5kHz から 4kHz の中広域の範囲では ASF、4kHz 以上の広域では CA10 がそれぞれ強めに出ているので、よく聞くとその違いがわかるのよね。フル BA モデルとしては CA10、ASF ともに低域は結構重く感じるけど、 ASF は指引きのベースラインの速いパッセージなどでは秒間優先でちょっとはっきりしない感があるなという印象で CA10 の方がタイトに感じたわね。 600Hz 付近の減衰ピークとして結構ドンシャリの形に見えるけど 8kHz 付近がそれほど出ていないので、イヤピで調整しても広域がややすっきり抜けてこないかな。比較では波形の通りで CA10 の方が広域は抜けてくるのと、やや暴れ気味の ASF に対し CA10 は制御されまとまった感じだったわ。8kHz 手前にピークのあるモデルは以前はちょっと苦手意識がありましたが、再生システムを変更したことで印象も変化し、オケやボーカルなどに厚みを感じられるので、ピークが 8kHz より手前のチューニングモデルも持っていて損はないと改めて思いました。ただしフル BA 未体験の方は耳と脳がそれを受け入れるのに少し時間が必要かもしれないですね。愛は CA10 買いますよ。音質は今までの広域と雰囲気がちょっと違いますけど、若いから許容できそうですし。若さ関係あるの？ミミは前回のベロン BL ミニのような 6kHz 付近のピークは苦手だと思ってたけど CA10 はそうでもなかったわ。やっぱり全体のバランスとかドライバーの種類が関係するのね。一つの帯域だけ見て判断しないように気をつけなきゃ。確かにそうだね。波形は音質把握のためのガイドになるけど、音も一緒に聞いた上で判断しないとね。音質を許容できるかどうかは若さも関係あるかもね。好き嫌いは一旦置いといて、いろんなモデルの音を聞くことが大事だと思うよ。なんか ASF は安いところだと3000円台まで価格が下がってるわ。発売当時の半額ぐらいなのね。そうだね。そういうのを狙うのもありかもね。ということでフル BA モデル CCA-CA10 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。